レ夢ム。あら、どうしたのマリサ。また何かあったの？確かレ夢ムは平沢進、好きだったよな。そうだけど、美しい星って映画で使われてた金星って曲が、とっても良い曲だったんだぜ。あれって平沢さんの曲だろ？レイムファンなら CD 持ってるだろう。入ってる CD 貸してほしいんだぜ。ま、ま、マジかー、100歩ー。危惧していたことがついに起こってしまった。説明しよう。2017年2月の終わり、突如訪れた Twitter 公式アカウントからの通達。それは映画、美しい星の挿入歌として、ミュージシャン平沢進が、金星を楽曲提供したという知らせ。たちまちこれは爆発的リツイート。雨のようないいねでもって迎え入れられた。俳優ファンか映画ファンか三島由紀夫ファンかいな。その正体は、言わずと知られぬ平沢進のファンたち、別称、馬の骨、である。作業用 BGM にする漫画家たちならいざ知らず、まさかメジャーな映画監督が高校生からファンだとは、一体誰が気づこうか。ゆっくりレイムも、実はネット上でしか確認できないとされる馬の骨の一員であった。しかしレイムは、このような事態に一つのいぶかしみを抱く。金星は名曲だが、これを先に聞いてしまうと他が聞けないのでは。レイムは決意した。かような不況チャンスを不意にするような手は打てない。もしもそのような輩が知人に現れた時、今節丁寧に道筋を示そうと。マリサ、落ち着きなさい。CD は貸してあげるわ。やったぜ。時にマリサ、この金星が入ってるのはシングルではなくアルバムなんだけど、もしかして平沢の他の曲にも興味があるかしら？レイムが好きなアーティストだし、実はちょっと気になっているんだぜ。よろしい。ならば解説しましょう。なるべくパパッと簡単に説明するけど、ちょっと長くなってもいいわよね。覚悟の上だぜ。じゃあ、まずマリサの好きな、金星、から話をしましょうか。いろんなニュースサイトが取り上げてるから知ってるかもしれないけど、金星、自体は89年に出たアルバム、時空の水、に収録されてる曲よ。これは平沢がソロ名義で初めて出した第一作目なの。ソロ名義ってことは、その前にはバンドをやっていたのぜ。P モデル、っていうバンドを、ずいぶん長いことやってたわ。その前に、マンドレイク、というバンドも若い頃にやってたんだけど、今は置いとくわね。今はバンドは活動休止して、再開しないままソロ名義、平沢進、でやってるわ。何で再開しないんだぜ。さあ、飽きたんじゃない？でもレイム、映画の Twitter アカウントが宣伝してたのはこのアルバムじゃなかったぜ。美しい星、公式 Twitter が宣伝していたのは、リメイク、アルバム、の金星。こっちの方は、2010年に発売された、変幻自在、というアルバムに入ってるわ。何か違いがあるのぜ。平沢の自主リメイクは、意図的に曲の趣を大胆に変えてくるの。ちょっと途中まで聞き比べしてみましょうか。まずは時空の水から。朝が来る前に消えた星までの地図を君への歌に変え地の果ての旅に預けた船よ急げよ西はまだ無休のさなか眠りから見晴らせば宇宙は君を夢見てアコギ特有のキュッキュって音がして、すっごく生っぽいんだぜ。でしょ？時空の水の金星は、平沢曲には珍しいアコギ中心の伴奏なのよ。ボーカルも、張ってる声が囁いてる声を取り巻いてる感じで落ち着くぜ。この距離感の近い囁きボーカルがいいのよね。じゃあ今度は変幻自在バージョンよ。
朝が来る前に消えた星までの地図を君への歌に変え地の果ての旅に預けた船よ急げよ西はまだ無休のさなか眠りから見晴らせば宇宙は君を夢見てなんか一気に奥行きのあるサウンドだぜ。この変幻自在っていうリメイク、アルバムは、そもそもの発端が、領収する過去還元主義8760時間という1年がかりの企画から作られたものなの。今そこそこ有名になってる平沢の公式アカウントはこれがきっかけで始められたのだけど、平沢進のプロデビュー30周年、ソロ活動20周年を記念したこの企画の趣旨は、タイトルに、弦という字が当てられている通り、ストリングセクションを持つよう、楽曲をアレンジした、セルフカバー、セルフアレンジメントよ。だからアコギ中心だったのが、弦楽合奏やらが追加されてより奥深さが増したわね。オケっぽくなったから、とてつもなく壮大に聞こえたのか。っていうか30年とか20年とか、ずいぶん長くやってる人なんだぜ。長いわよ、マジで。あと、なんかボーカルがさっきのとだいぶ印象が違うんだぜ。生き生きしてるっていうか、ダブルボーカルがどっちもしっかり発声してるからね。レイム、こっちの方が後だよな。声がツヤツヤして聞こえるぜ。加工か何かか？安心しなさい。ちゃんとオケも声もその時のに変わってるから、声もほぼ素よ。あ、ちなみに時空の水の金星歌ってる時の年齢は35くらいで、変幻自在の頃は56くらいよ。なんでだろう。レイムからは、金星についての情報を教えてもらってただけなのに、なぜだかどんどん平沢さんへの謎が深まっていくぜ。ふふふ。マリサ、あなたが思ってる以上にこの人は摩訶不思議なのよ。背景を知ると、意外とわかりやすい人だけどね。ちょっと軽く本人の情報をさらってみましょうか。簡単な略歴がこれよ。平沢進は、1954年東京都生まれのミュージシャン。73年にプログレバンド、マンドレイクを結成して、79年に解散。その年からバンド、P モデルを結成して、最初に言った通り89年からソロ活動も始め、2000年に P モデルを活動休止して以降はソロ名義で現在も音楽制作、演奏活動を続けているわ。本当に長いこと音楽活動をしているんだぜ。ちょっと待て、誕生日が1954年、ということは、現在御年63歳よ。63。この顔でよ。ついでにこのスリムさでよ。10歳は若く見えるんだぜ。基本的に平沢進は、顔年齢が実年齢マイナス10歳、声年齢20代な人間だと思っとけば合ってるわ。実際顔を見たことがないファンからファンレターが来ると、完全に20代だと思い込んでる、風な内容だったりするらしいわよ。いろんな意味で、若く見られやすいんだな。ところでレイム、なんで P モデルはなんとかバンドって説明しないんだぜ。それはね、ちょっと P モデルというバンドは説明が難しいとこがあるからよ。基本的に P モデル派、テクノポップバンド、と分類されるの。なんだ、じゃあ最初からそう言えばいいじゃないか。出発点、羽ね。これを見なさい、マリサ。なんだこの P の羅列。P モデルは、ざっと計算して21年も続いたバンドなんだけど、その最たる特徴はメンバー変更とほぼ同時に作風が変わるところ、これらの用語は全部ある年代ごとの P モデルを区分けした呼称で、年代順に並んでるわ。おのおの、メンバーと作風がバラバラなのよ。昔いた人が戻ってきたり戻ってこなかったりしてるわ。平沢さんは戻ってこなかったりするのぜ。平沢はリーダー格だから、戻ってこなかったりするのは平沢以外のメンバーね。ちなみに、それまでのメンバー全部並べたのがこんな感じよ。縦に長い。ウィキペディアの表記だと大体エグザイルの歴代メンバーよりちょい少ない程度の長さよ。そう言われるとめっちゃ多く感じるぜ。じゃあ具体的に、この用語ごとにどういう作風なんだぜ。
それでは前身であるマンドレイクから、軽い説明をしましょう。平沢がまともにオリジナルのバンド活動を始めた最初期の段階よ。ブラック、サバスのコピ版からオリジナルをやるようになったの。端的に言うとマンドレイク派、プログレバンド、なので、この時期の音楽は、プログレッシブ、ロック、ね、なんだか音源から時代を感じるぜ。この頃はもっぱらライブ活動をひたすらやっていて、メジャーデビューのオファーはあったけどほとんど音源は保存されてなかったの。現在は、貴重なテープ録音などをかき集めてなんとか聴けるやつだけをまとめた、アンリリーセットマテリアルスってアルバムに収録されて買えるわ。オファーが来たってことは、結構この時点で売れっ子だったのぜ。いいえ、この頃は、特に最初は全く聴衆にマンドレイクの音楽は受け入れられなかったわ。怒った客からゴミ箱が投げつけられてきた、なんて話が書いてあるくらいよ。不遇の時代だったんだな。前身ってことは、この先から P モデルなんだぜ。その通り、ここからガラッと作風が変わるわよ。なんか音楽もビジュアルも全然違うんだぜ。そりゃそうよ、意識的に変えてるもの。これがプログレからニューウェーブにくら替えをした新生バンド P モデル。特にこの始まりの時代は初期 P モデルと言われて区別されてるわ。作風はファンキッシュなテクノポップで SF 小説1984年を下敷きにした直接的で毒の強い歌詞、意図的にチープな音作りと荒っぽいボーカルが特徴ね。アルバムはインアモデルルーム、ランドセルの範囲よ。プログレからニューウェーブでテクノポップ。どういうことだぜ。雑に言うと、先進的なことを推し進める段階からある程度定型化されてきた段階。プログレが移り変わっていったのを感じた平沢は、プログレというジャンルを見限って、その反対の運動に舵を切り替えたの。それがニューウェーブってことか？ポピュラーの音楽ジャンルの移り変わりって、基本的に揺り戻しの繰り返しなのよ。プログレは密な構成と高い技術を重んじるジャンルだったけど、その揺り戻しから、後に出てきたのが技術や構成がなくてもいい音楽なの。テクノポップというジャンルは、実はその中の一つよ。パンクとかもね。なるほどな。時代に順応したんだぜ。反骨精神ダダ漏れだけどね。その結果、P モデルは晴れてメジャーバンドとして表舞台に上がるようになるわ。もっとも、それで本当に得になったかは調べてみると面白いわよ。なんだぜその意味深な発言。ちなみに P モデルというバンド名も、大量生産された工業製品の型番のイメージで付けられた名前のようだから、まあ鼻からメジャーな業界ってばはそういう印象で見てたようね。さて、ここでまたちょっと作風が変わり出すわよ。おお、さっきはカラフルだったのがモノクロームになったぜ。このあたりは、ちょっと人によって時代区分の解釈がごちゃごちゃなのよね。バンドメンバーは初期とほぼ変わりないんだけど、ウィキペディアとかじゃ、ここから中期 P モデルって書いてあったりするし、個人的には初期の後期って言ってもいいんじゃないかと思うけど、おおむね前後と比べても作風、ビジュアルが違うためにアルバム名で区別されることが多いわ。ポプリとパースペクティブというアルバムの期間ね、ポップさ重視から距離を置いた、ちょっと重めのロックがポプリで、音の奥行き、遠近感にこだわった深みのある音作りの実験的ロックがパースペ、言い表すならこんな感じかしら。なんだか、またマンドレイクの頃に戻ったような。それに曲の雰囲気もそうだけど、歌詞の雰囲気が全然違うんだぜ。このあたりが、今の平沢に繋がる抽象的な歌詞の始まりね。いわゆる何言ってるのか意味がわからないとよく言われる歌詞。マンドレイクの頃以上に歌詞が指摘になってくるわ。もしかして、最初のジャンル替えと似たような理由でこうなったのか。大体同じような感じよ。今度はテクノポップが流行ってきた反動ね。さあ、
ここから本格的にバンドが過渡期に入っていくわ。サウンドがさらに重くなったのぜ。アルバムだと、アナザーゲーム、カルカドル、ワンパターン、にあたる、この期間が主にファンから、中期 P、と呼ばれている時代よ。一応間に、スキューバ、というそのシートが入るんだけど入手難しいので深く触れないわね。P モデルの中でも最も作風の変遷が激しい部分で、3枚とも経路が違うの。アナザーゲームはさらに曲、歌詞が暗く重苦しい段階へ落ち込んだロック。カルカドルは鬱屈が逆に弾けたような、ひっくり返したおもちゃ箱みたいなアルバム。ワンパターンは演奏で新しい試みをしつつ、明るいポップさが戻ってきたようなロック。随分揺れ動きが激しいんだな。何かあったのか？具体的に言っちゃえば、このあたりの時期はちょうど平沢の精神が不安定な頃だったのよ。第一次精神不安って個人的に呼びたいわ。思ってた以上に深刻な事態だぜ。第一次ってまさか第二次があるのでは？それはまた後で説明するわね。あ、ところでこの、凍結 P って文字は何なんだぜ？別名？ああ、それは中期 P のもう一つの呼び名よ。この頃の P モデル派ワンパターンを出した後、凍結と称して、数年間一時的に活動休止になったの。それがあって、凍結 P と呼ぶこともあるのよ。そういうことか。お、凍結が回答されたのぜ。だいたい4年後に P モデル派回答という声明が発表されて、活動を再開するわ。故にこの活動再開時期は回答 P と称されるの。発表されたアルバム P モデル、ビッグボディの2枚では、それまでロックによってた作風を封印してたテクノポップに戻した上で、歌詞のテーマに科学技術、コンピューターを用いてサイバーな雰囲気になったわ。まさにこれぞテクノって感じのサウンドだぜ。ピコピコしてるのが好きな人にはたまらなそうだぜ。実際テクノな感じが好きな人には勧めやすいから、このあたりの時期から入る人が多いわね。でも歌詞が何言ってるのか、余計にわからないぜレイム。だいたいコンピューター来産だと思っておけばいいと思うわ。私もよくわかってないけど、ちなみにこの動画のウプ主は怪盗 P の曲をカラオケで歌ってたら、一緒にいた友人から、この曲の歌詞には意味があるのかと真面目に聞かれてしまった思い出があるわね。辛いぜ。歌詞つけてる時点で無意味なことってないと思うのよね。海底？マリサ、ちょっとこのビッグボディのジャケットのここを見てみて。ジャケットなんか見てどうすんだ？ほら、ここの文字の部分。何か気づかない？文字？並び替えたりとかするのか？ヒントは下から上へ、右から左へ、よ。この、V、ジョ、なんだこれ？リビジョン、この綴り。日本語で改正って意味よ。怪盗 P モデルって、もともと限定復活だった期間で、3年間限定だったの。その後1年間改定作業と称して活動を休止したので、次に始まった P モデル派改定 P モデルと呼ばれるようになったわ。怪盗に引き続きテクノではあるけど、改定 P ではアジアンテクノを標榜するエキゾチックなメロディ、リズムを取り入れた独特の雰囲気があるわね。でもなんでか文化っぽい趣もあったり、爽やかな曲もあったりと、メンバーによる作風の違いがかなりはっきり出てる時期でもあるわ。また随分雰囲気が変わったな。見た目が変な組織みたいだぜ。実際ファンから見ても、今までの P モデルの中で一番怪しいと思うわ。ライブ映像を見ると照明もサイケデリックだし使ってる機材も軒並み怪しいし、改定 P からは打ち込みが中心になってるから、バンド感も薄れて余計にね。でも全体のテーマは君もインターネットの海に漕ぎ出そうよ、という、結構ポジティブでオープンなものだったのよね。この頃のインターネットって、パソコン通信とかの時代か？そうそう、曲作りの仕方も個人制作したのをネットでやり取りする形だったようよ。時代の技術の進歩がここにも現れてるんだぜ。ただこの時、
当時のファンには隠してたけど、第二次精神不安の時期だったのよ。やっぱりあったな。ここに来るのか第二次。それと、この時期の平沢作曲のものはほとんどソロ名義の曲に近いものになってるわ。ソロの曲が好きならここから入るのもいいかもね。さてマリサ、ここまでざっと歴代 P モデルを流してきたけどどうかしら？いや、実際レイムの説明聞いてたら実感がすごいぜ。とても一つのバンドとは思えないんだぜ。確かにこれは、一括りにテクノポップ、バンド、というのは危険だったぜ。わかってくれてありがとう。話した甲斐があったわ。でも同じバンドなのに、色々な曲が聴けて面白いんだぜ。もっと詳しく知りたくなるぜ。レイム、これで P モデルの話は終わっちゃったのか？そうね。残念ながら P モデルは海底 P 時代に20周年記念プロジェクトである、音楽産業廃棄物を発表して以降は培養期と称して活動休止を宣言したわ。以後、平沢は完全にソロ名義に絞って活動を現在まで続けているので、事実上、P モデルはほぼ解散と言ってもいいわね。本人も P モデルを結成する気はない、と今でも言ってるし、そうなのか。じゃあ、ここから時空の水に繋がるのか？ソロ活動自体は、P モデルでいうところの中期 P から並行して進められているから、海底 P が培養に入ったあたりだと、もうソロ名義のアルバム8枚目に突入してるわよ。めっちゃいっぱい出てるんだぜ。P モデルでボックス、2000年以降のソロ名義でボックスがそれぞれ作れるぐらいだもの。精力的な人だな。ちょっと待てよレイム。今私は大事なことを一つ思い出したぜ。あら、どうかしたかしらマリサ。最初に時代区分の一覧を説明されたとき。確かまだ1個レイムが話してないやつがあるぜ。確かかピー。違うわよ。あ、これだぜこれ、ふふふ。マリサ、別に私は隠してたわけじゃないわ。ただあなたが気づくかどうか試してただけよ。今こそ教えましょう。P モデルの真実を。何の話だぜ？実は P モデルはただのバンドではない。アシオンと呼ばれる謎物体を調べる実験団体だったのよ。は？これまで語ってきた歴代 P モデルの活動は、それの大規模な実験のためだったのよ。いやごめん、頭おかしくなったとか思わないで。これ踏まえないと各 P モデルの CD ブックレットがマジで意味わからなくなるのよ。これ公式設定なの？ P モデルのボックスセット、太陽系や主音で語られた衝撃の真実よ。マジかよ。平沢にかかればあなた、音楽で地球侵略する宇宙人と友達だし、機能停止したら世界が全部終わる片付き針の謎施設とかがあるのよ。マジかよ。というわけで、この突如始まった各 P モデルはそういう前提の世界観で展開されてるわ。とりあえず一応納得はするぜ。作風としては海底期に近いテクノ、ポップではあるけど、テーマがショッピーや一部ソロアルバムと同じディストピアになっていて、一連の平沢アルバムの中でも特に攻撃的、風刺的な歌詞が目立つわ。音も耳がキンキンしてくるタイプで、よりハードな響きに思えるかも。なんだろう、音も歌詞もわかりやすくかっこよいって感じがするぜ。平沢曲の中でも、この各 P の曲はニコニコでもマッドなどに使用されるのが多いから、もしかしたらこれだけ聞いたことあるって人もいるかもね。始まってからそこそこ経ってるわずだけど、まだアルバムは2枚きりよ。ところでレイム、この各 P モデルは他にどんなメンバーがいるんだ？いいわ、ここで各 P モデルのイカれたメンバーを紹介するぜ。まずリーダー兼ギター、ボーカル、シンセサイダー、平沢進。いや以上だ。ソロバンドじゃねえか。これで近世から話し始めた、P モデルと名のある歴史の授業はおしまいよ。最終的に一人だけになったんだな。まあ、一人で何でもできるって気づいちゃったところもあるからね。
まさか、金星の一曲からここまで話が広がるなんて思わなかったぜ。私もまさかここまでざっくり全体を大まかに話すことになるとは思わなかったわ。初心者ながら、平沢ファンタルレイムに質問したいんだがいいか、ファンの人からおすすめを教えてもらいたいんだけど。とりあえず大抵のファンは、その人の曲の好みを考えた上でアルバム1枚進めてみるわ。ただ、今までご覧の通り平沢曲はソロも含めて、個性が強い上に多方面で、絶対どこかしら気持ち悪い、と思うところは避けられないと思っているので、人によってはショッキングな曲をあえて最初にぶつけるって手を取ることもあるわ。もし平沢進にガチでハマれるかを検査したい人は、この文字列をニコニコでタグ検索して、一番再生数の多い動画を視聴することをお勧めするわよ。自分で辿りたい場合はどうすればいいの？あなたが今まで流してきた中で、これいい、と思ったところから入ればいいわ。P モデルでも平沢ソロでも、動画サイトに作業用 BGM とか上がってるし、平沢の公式 HP から無料ダウンロードのページに行けば、いくつかフルで落とせるわよ。平沢ソロはコンセプトバラバラだけど、P モデルよりか激しい変遷はないから安心して、個人的に一番ダメージが少なくて済むかな、と思う方法としては、ソロの最新アルバムから順に過去へ遡っていく、とかいいんじゃないかしら。ソロの入門向け鉄板としては、救済の技法、白虎や、オーロラ、などがあるし、直近のアルバム、現象の花の秘密、ホログラムを登る男、も入りやすいと思うわね。合わない人はどっから聞いても微妙だろうし、合う人にはどっから入っても好きになるわよ。平沢本人の方が気になる。とりあえずツイッターで平沢進って検索しなさい。サンキューレイム、じゃあ CD 借りてくぜ。あら、延滞したらレンタル料金取るわよ。